こんにちは、レイムです。おっす、マリサだぜ。ご無沙汰してます。青子です。今回ネタにするバイクは、ホンダの CBR250RR SP だ。SP？いつの間にと、主も思って調べてみましたぜ。SP って言えば、CBR1000RRRSP とか、CBR1000RRSP とか。スタンダードモデルの足回りやブレーキが性能アップされた機体ですよね。戦闘力マシマシモデルですよね。今回の SP は、インドネシア発表で、カラーリング変更がメインだ。大きな仕様変更はない。そうなんですね。なので、気になってたこのバイクのスペック、良い点や気になる点、ライバル比較など、まとめ動画を作成してみたぜ。ホンダのお家芸、RR な 250cc フルカウルスポーツバイクを、じっくり考察していくぜ。それでは、青月電子台、今回もスタートです。では、ゆっくりしていってね。今回の流れはこんな感じだぜ。1、スペックと気になる点。2、ライバル比較。3、まとめ。です。じゃ、始めっか。1、スペック考察と気になる点。デザイン&カラーリング。それじゃ、デザインからだ。2016年の発表当時は、かなり盛り上がったことよな。とにかくかっこいい。ですね。なんせ、この形ですからね。もうガンダムだよエヴァだよ脳天直撃だよ。ライト4ガンシリーズは CBR250RR だけですし、他では見られないバッキバキのデザインですし、ホンダのどのモデルにも似てない形ってのがいいよな。ちなみに CBR250RR は北米や欧州では発売されてない。アジア圏が主戦場のバイクだ。こんなにかっこよくて色数も多いのに、なんでかな？免許制度の違いだな。欧州は馬力で免許が分けられてる。低出力免許を取得した後、高出力免許を取ったら、コンピュータを書き換えて馬力アップさせる方法がある。なので、小排気量バイクから大排気量に買い替える。っていうより、最初から大排気量を選ぶことになる。へえ。インドネシアは日本と同じように、250cc がバイクに乗る際の境目になってる。なぜなら、251cc 以上は多額の税金車資税がかかるから、購入金額や維持費が抑えられる 250cc が人気なんだ。そこにぶっ込んだってことですか？そうだ。あと、インドネシアではバイクは目立ってなんぼだからな。なんでカラーリングもすごいたくさん揃ってる。企画物のカラーリングも多いですよね。お国柄だな。で、今回の SP モデルでの変化点だが、カラーリング変更がメインでしたよね。どんなカラーがあるのかな？では、カラードン。ブレイブリーレッドブラック。ホンダトリコロール。スペシャルエディション。ホンダレーシングレッド。マットガンパウダーブラックメタリック。フリーダムブラック。です。赤黒が基本色ですね。そこにトリコやグラデーションが入って、どれもデイハーです。で、その中でもさらにド派手なのがいますね。これだな。左右非対称デザインで、車体の左側面に身長ガルーダ、そして右側面には侍が描かれてるやつだな。ガルーダはインドネシアの国章、ワシのマークだ。侍は日本をイメージだな。インドネシアと日本のコラボカラーリングだ。富士山とか相撲レスラーじゃなくてよかったぜ。それじゃ戦闘です。身長も侍も CBR250RR の仮面を被ってますね。で、現在の国内仕様は以下の4色だ。マットガンパウダーブラックメタリック。パールグレアホワイト。グランプリレッド。グランプリレッド、ストライプ。情報収集したところ、国内新色はブレイブリーレッドブラックと、ホンダトリコロールが入ってきそうって話だ。カラーリング追加もいいんですが、ちょっと落ち着いてきたモデルのテこ入れ作戦として、クイックシフター標準装備にしてくれたらいいな。やんわりと希望をぶっ込んできたな。で、カラーリングで忘れてならないのはレプリカモデルですが、RR にレクソルカラーはないの？インドネシアでは仙台限定で2017年に販売されたな。発表会にはペドロ・サトマルケスも参加して、大盛り上がりだ。残念ながら国内仕様は準備されなかったが、業者が輸入車として販売してるのを見かけたことはあるぜ。中古車なら見つけられると思うので、欲しい人はグーでググってみてくれ。使い方が間違ってますな。で、カラーリングだけじゃなく、車両デザインにも相当開発費がかかってるんですよね。先代、丸めに爪ライトで、ぬるっとした形でした。戻しすぎだ。それがこうなって、今ではこの形だからな。カウルは一体型じゃなく、細かく分割されてるし、デカールも凝ってる。マフラー形状やテールカウルもデジャブ感は全くないですね。まあ、共用はウィンカーぐらいかな。ウィンカーといえば、海外仕様はヘッドライトの上2灯がウィンカーを兼ねてる。日本仕様はいつもの細長いウィンカーですけどね。これ、海外仕様にできないのかな？できるぜ。発売されてから時間も経ってるから、海外仕様への改造方法もネットにたくさんある。250cc だから車検はないけど、この変更は保安基準に引っかかるかもしれない。改造は自己責任で。エンジン。2022年モデルでは、エンジンの仕様変更はないって話だ。なんですと？それじゃ、初代の2017年モデルと、現行の2020年モデルの違いはあるんですか？あるぜ。新型 ZX25R 迎撃用仕様変更だな。
変更点は、出力向上やアシストスリッパークラッチの標準装備。アップダウン対応のクイックシフターがオプション装備可能となった。250cc4 気筒なんていうおっさんの渇望バイクが出たから、少しでも抗ってやるってことですね。で、エンジン関連にはどんなアップデートが施されたの？初代が38馬力で 2.3kgFM だったのが、現行は41馬力で 2.5kgFM にアップしてる。神経状のピストンリング鋼にスズメッキ処理、新単コンロッドの採用で、圧縮比が高められたぜ。圧縮比が高まると、どうなるの？高出力かつ低燃費を両立することができる。なんで？少ないガスで混合機を作り高圧縮で爆発させれば、ガソリンは少なくて済むし、爆発時の膨張率も大きくなり、熱エネルギーピストンを押す力も大きくなる。じゃ、圧縮しまくればいいんですか？高圧縮すぎると、ガスが勝手に爆発してしまう。点火タイミングが狂ってしまってワンだ。で、作り出した熱エネルギーをロスさせないために、スズメッキで修道部品の潤滑性をアップしたり、強度アップしたコンロッドで、熱エネルギーをより確実に回転エネルギーへ変換するわけだ。ふむ。こうした細かい対応でレブリミットは500回転プラスされて、12500回転から13000回転にアップ。そのおかげで最大出力も増加したってわけだ。その他にも、バランサーシャフト軸の小径化やバルブスプリング荷重の低減、吸気系部品の最適化やマフラー内部構造の変更などごちそうさまです。お腹いっぱいです。最高回転数を高めて、抜けを良くしたってことだな。あと、CBR250RR にはスロットルバイワイヤシステムが搭載されてる。これで緻密にスロットルバルブを制御して、エンジンからパワーを絞り出してるわけだ。この変更に合わせて、ライディングモードもリセッティングされてるぜ。この違い、レイムにはわかるかな？どうせ、わかりませんよオーダー。その他の違いは、アシストスリッパークラッチの標準搭載だな。エンジンブレーキが強くかかる大排気量車を中心に装備されていた機能だ。おかげでクラッチレバーが軽くなってる。アップダウン対応のクイックシフターも準備された。残念ながらオプション扱いだけどな。こうして ZX25R を迎え撃ったわけですね。実際のところ、この2台の勝負はどうなんですか？2020年度 126-250cc 販売台数を見てみると、CBR250RR2017 は、販売台数2423台で第9位。ZX25RSESEKRT2020 は、販売台数3098台で第6位だ。やっぱり話題性が高かった ZX25R のが多いですね。それじゃ、性能比較では？比較のための最高速アタックや、タイム計測の結果は大体互角って話だ。じゃ、実際のレースではどうなんですか？ 250cc の公道市販車で争う、全日本 JP250 ってクラスがあるんだけど。21年度競技規則が20年12月15日に発表され、ZX25R の参戦が正式に認可された。これでレースでガチ対決できるわけですね。しかし、ZX25R にはハンデが設定されてる。ライダーゴミの最低重量が2気筒より 20kg の 220kg、音量測定回転数 105dB は高めの 11500rpm だ。これ、レースでは ZX25R の4気筒の方が2気筒より有利だから、ハンデを課してる、ってことですよね。そうだな。で、第5戦 MFJGP 鈴鹿三重鈴鹿サーキット決勝レースで確認すると、決勝レース出場の31台中、28台が CBR250RR だ。残りの車種は YZF-R25、忍者 250SL、ZX25R だ。で、優勝は CBR250RR だな。ホンダめっちゃ多いじゃないですか。ZX25R は発売されたばかりだし、データもないから、レース勝負はこれからってところだと思う。良きライバルになるといいですね。フレーム。お次はエンジンを支えるフレームだ。もちろん2022年モデルだからって、変更はないんですよね。そうだな。海外サイトの記事を数箇所調べてみたけど、やっぱりどこも変更はないと書いてあったぜ。なので現行モデルのフレームと足回りをチェックしてくぜ。フレームはダイヤモンドトラスフレームだ。ダイヤモンドフレームって、エンジンをフレームの合体として使用するタイプですよね。そうだな。詳しいなレイム。先日アップした新型モンスターの考察で勉強しました。で、さらに、このクラスでは珍しい、軽量かつ光合成のアルミ鋳造製のスイングアームを採用している。ちなみに主の愛車、CRF250 ラリーもスイングアームはアルミですよね。同じアルミ鋳造でも、CBR250RR の右側スイングアームは、への字に曲がったガルアームだ。これは、エキゾーストパイプの外側への張り出しを抑え、車体のスリム化とバンク角を確保してる。主の世代は、ガルアームは高性能の証っていう刷り込みがありましたよね。その通りだ。でもそんな高性能の証も、でっかい2本出しマフラーに隠れてしまってるけどな。これはマフラー交換必須だな。足回り。お次は足回りだが、フロントフォークはもちろん倒立式だ。しかし、残念ながら減衰力やプリロードのセッティングはできない。RR なのに、
サーキット走行を想定してるって説明があるのに、なぜなのかな？コストの問題だと思うぜ。なので純正状態でできることは、フォークの突き出し量調整、フォークオイル粘土調整ぐらいだ。それ、気軽にできる調整じゃないですよね。確かに。幸い車外サスペンションはたくさん発売されてるから、その時が来たら交換すればいいかなと思う。リアサスペンションは5段階のプリロード調整ができるから、まずいじるならここからだな。ブレーキはどんな感じですか？2進製のシングルディスク、2ポットの片押しキャリパーだ。ブレーキディスクローターは今では珍しいウェーブ型だ。見た目重視かな？ RR って言うから、4ポットとかラジアルポンプ式だと思ってたんですが。残念ながら違うな。それにブレーキレバーの調整機構もついてない。全体を見てみると、エンジンと足回りのバランスが微妙ですね。これもコスト問題かな。さっきも話したが、CBR250RR のメインターゲットは主にタイ、インドネシアだ。2020年度のホンダ決算資料を見てみると、二輪販売台数は約1500万台で、そのうちアジアは約1300万台。アジアすげえ。そんな市場の成長に合わせて、生活の足でしかなかった二輪車に、指向性が求められてきた。それが CBR250RR の誕生したきっかけとも言われている。かといって、高スペック、高価格となってしまっては、バイク自体が売れなくなってしまう。ですね。庶民の足ですからね。なので、エンジンは走りの要なので、メーカーでがっつり開発。足回りや外装は、ユーザーが楽しみながらカスタマイズしてく。これならメーカーは価格を抑えられるし、たくさん売れれば次の開発や熟成にもつながる。それはわかるけど、インドネシア価格と日本価格では、結構開きがあると思うんですが、それは、日本人はいいものは高くても買うでしょ。ってのは冗談で、絶対的な市場規模の差だな。主要装備。次は主要装備だ。250cc ってことで、装備もりもりってことはない。よってさらっと流してくぜ。ライディングモード。スポーツプラス、コンフォートの3種類の走行モードから選択可能だ。ライディングモードは走行中でもスロットル全閉にしたら変更可能だけど、エンジンスタート時は必ずスポーツモードになるからな。あら、このモードセレクトだけど、スポーツとスポーツプラスは全く別物みたいですね。だな。かなり違いがあるみたいだ。大型バイクに装備されてるトラクションコントロールやコーナリング ABS、ローンチコントロールなどはついてないぜ。アシストスリッパークラッチ。2020年モデルから標準装備になったぜ。クラッチはめっちゃ軽いって人と普通って人がいる。主は、重いクラッチが普通のクラッチになった。って感じだ。クイックシフター、オプション。これはぜひ標準装備してほしい機能なんだが、現行モデルではオプション扱いだ。ZX25R は標準ですよね。いろいろ調べたら、CBR250RR のクイックシフターは少し怖いって、シフトチェンジのシフトショックも少ないようだぜ。ZX25R は同じような感じだな。1速から2速へのチェンジは変速ショックがあるけど、それ以外では少し子だ。少し子だ。少し子言いたいだ。気になる点。最後にネットや動画で見かけた CBR250RR の気になる点を挙げておくぜ。購入を検討している人は要チェックや。1、タンクがプラスチックなので、磁石式のバッグが付けれない。トップケースかサイドバッグだな。2、スロットルをねじった時の質感がおもちゃっぽい。この軽さがいいんだよ。ってのは主の感想です。3、シートやカウルの取り外しに手間がかかる。いじるのは最初だけってことで。4、タンク周りが細く、2、グリップがしづらい。太ももに当たるプラスチックのカバーが滑るらしいな。5、スタンドが長くて車体が立ち気味で倒しそう。CRF250 ラリーもそうです。ほんと倒れそうで気を使います。ライトの照射範囲が狭い。LED なのが裏目に出てるみたいだ。こんな感じだ。CBR250RR は生まれはどうあれ、走りを追求したモデルだ。多少の違和感は多めに見ようじゃないか。そうですね。そうしましょ。これで稼いだ分、次のバイクで、ね。2、ライバル比較。じゃ、お待ちかねのライバル比較だ。国内250の SS モデルの比較ですね。じゃ、早速比較評論。価格。一番高いのは ZX25R だな。エンジン、足回り、主要装備満載ですからね。SS タイプで250モデルとしては後発ですし。乗せれる機能は全部乗せてきたって感じですね。ETC つけたら、乗り出しは100万円って感じだな。この値段だと、大排気量も狙える価格になってきちゃいますね。リーズナブルなのは GSX だな。装備はちょっと昔のバイクって感じだな。しかしこの価格とカラーリングだ。鈴木好きならこれ一択だ。シート高。どれも同じ感じですね。数値上は YZF だけど、どのモデルもタンク周りはかなり絞り込んである。なので問題ない高さだな。ステップ1は各社思うところありなので、気になる方は社外品や調整をしてみるといいぜ。CBR は高め、GSX は優しい。ZX25R、YZF はその間だな。
燃費、エンジン出力。やっぱり、燃費は鈴木が一番ですね。エンジンスペック的には一番おとなしいからな。鈴木好きなら GSX、サーキットで頑張りたい人は CBR、ZX25R。カジュアルに乗りたい人は YZF かな。CBR と ZX25R は、この排気量なら申し分ないエンジンのパンチ力だ。GSX は出だし勝負だ。回転に合わせてバイクが加速する棒って感じは少ない。YZF はその中間って感じだな。YZF の扱いに少々困ってますね。このラインナップだと、立ち位置が微妙なんだよな。R1 に憧れて、っていう人にはおすすめだな。ライバル比較は以上だな。ざっくりと比較してきたわけだが。やっぱり、俺たちっていい時代に生まれたと感じるぜ。今となってはもう見かけないツースト250や、ホーネットみたいなマルチエンジンも経験したし、それらが消え、電子製よもりもりの新しい4気筒マルチエンジンの復活。シングルの CBR250R や、忍者 250SE が出た時の、なんじゃこや感。心の声が漏れてますよ。今では 250cc クラスもよりどりみどりだ。アメリカンやネイキッドも充実してきてるし、ジャンル選びも困らないですしね。そんな時代で、主が選ぶ 250cc バイクは？もちろん、生まれ変わっても CRF250 ラリーです。お約束のリアクション、ありがとうございました。青子のバイクニュースのコーナーです。今年も3分の2が終わろうとしています。もう年末ネタなんか、早すぎないか？バイク、年末といえば、第4回日本バイクオブザイヤー2021のウェブ投票が開始されましたね。無理やりですね。日本バイクオブザイヤーは、その年の人気、機能、デザイン等に優れたオートバイを、ウェブによる投票、一般投票と審査員による投票で、合計ポイントが一番高かったバイクに授与します。結果発表、表彰式は12月15日水曜日に予定されています。投票フォームは Google アンケートで作成されてて、なんかとてもカジュアルな感じです。投票してもなんかもらえるわけでもないし、エントリーバイクに GSX 線がなかったりしてるけど、お祭りだと思って投票してみてはいかがかな？なんかもう年末感バリバリですね。ちなみに、各部門の2020年の最優秀金賞は？原付部門、CT125。軽二輪部門、忍者、ZX25R。小型二輪部門、ZH2。輸入車部門、パニガーレ、V4。そして対象は CT125 です。主はどのバイクに投票したの？もちろん、CRF250 ラリーだぜ。さて、金賞もらえるかな？なんだかんだ言っても、ラリー大好きなんですね。乗れてないけどな。では、今回はこの辺で。それでは、See you!